夏なので色濃いめですね。でもまだ茶色ではありません。これから照りが激しくなると、あれだけ水が出ましたからね、川から。もう間違いなく今年は大赤潮になると思います。前回の動画の時はですね、いい量ができたんですが、その後ちょっと潮小さくなって芳しくありません。ただもう潮来てるんで、できるだけね、今日も頑張って赤字にならないよう楽しんで頑張りたいと思います。では行ってみます。嬉しいけどちょっとおらんな。これはちょっと今日厳しそうですね。おかずだけやな。それかトラビス、こないでいたトラビス。それか日が暮れたらおるんか。最近日没が遅いですからね。なんとかこっち1本。1番号ですね、これ。まだ1番号のやつがおる。もう大きさが2番号の大きさじゃないですね。張ってますもんね。おー、ナイス。日が暮れたら夏も入りますね。で、カニよかった。大きくないですがめちゃくちゃ嬉しい。おアジ、この間うまかった。でもこれ死んでるやつから生きてるな。だいたいチンコビはもうレンジが違うんで、ほぼ生きたやつしか入らないですね。なので余計に嬉しいです。ナイス。これは今日からもう正巻き2匹目です。アジ2つ嬉しい。この間の子美味しかったんで、おアジ3つ嬉しい。おアジ4つ、しかもでけえ。これこの間のがうまかったんでまたやりたいと思います。こっちがナイス。カニ2匹。日が暮れた途端ナイスですね、本当に。まあ釣り波がいいかどうかは分かりませんが、オーバーもナイス。おかずダブル嬉しい。トリプルありえん。すごい、さすが大潮。もう大潮も終わりかけですが、やっとこれすごい下がってるんじゃないですか、面同士。ちょっとこれはすごかった。ボーナスじゃないですか。いやすごい。もうこれサムネでしょうね。上から見ても入ってるのが分かる、このオレンジ具合。これはちょっと怪しいな。いや、あるナイス。こういういい網に限ってちょっと照明用の電気をつけるのを忘れたかもしれません。でも本当この一番で今日はもうおそらく安心だと思います。赤字はないでしょう、多分。それにしても今日はまだハモ1本も見てませんね。ここ数年で初めてです、こんなこと。来年大凧も増えてくれたらいいですけどね。ハモタコ大好きみたいなんで、もう出長とか大凧いつも入ってますからね。もう見えんか、さすがに。そんなに続かんですか。お、残念。でも車でおった。おった、ナイス。拾える。これは素晴らしい。こっちに落ちた。カメラ捉えれてないでしょうけど、やっぱり2番号は離すのが早いですね。今回も3枚。1番号はねなかなか離さないですけど、2番号はこの間黄色出したばっかりだったんですけど、もう離してますもんね。入っとるし、3番号入っとるし、入っとるし。いやーすごかった。そしてハモも今日1本目のハモ。もう水温高いんでいきんかな。
ちょっとでも傷あったらいけんですからね、逃がしておきましょうか。今日はもう赤字はないです。確定しました。土地も見えたと思うんですけど、どこにおるのかわからん。さすがに終わったでしょうか。測りたい。タモリ美味しいですよね。煮付けが最高です。瀬戸内海にしかおらんらしくてね、ペットでとこても高値で売れるらしいですね。断面終わったかな。魚場チェンジでしょうか。今の網カットになると思いますが、何もいなかったんでちょっと魚場変えてます。移動中です。おお、います。まあもちろんカニの方がいいんですけど、ちょっともうさっきカニがプラだったんで、ただ水温上がってるんでね、ダメか。ちょっとでも傷があったらもういけないですよね。これは良さそう。綺麗な。おー、ナイスこっち。これはナイス。こっちがナイスでした。あとゲタもナイスなんですよね、実は。よいしょ。ナイスこっち。いやでもダメっすね。ただもう潮でね、あんまり良くない時間帯なんでしょうから、どこ行ってもダメと思うんですけど、さらに移動していきたいと思います。ゲタは嬉しいですね。ちょっと一回悪い時間来るともうどこ行ってもダメな感じですね。どうしよう。お、こっち嬉しい。おーっと、でもダメか、それは。あ、でも音が拾えそう。これは拾えるでしょう。100カマも拾える。出したばっかりですね。そろそろ目が覚めるような網が欲しい。お、見えてる、ここに。おにょ、やったー。嬉しい。おー、ナイスこっち。エビ多いですね、ここ。動画いるじゃないですか。しかも結構いる。いいですね。どうしよう。まあまあいましたね。一応 U ターンしてます。もう動画おるじゃないですか。しかも型のいい刃元こっち。これなんかめちゃくちゃ勢いよくて綺麗ですね。素晴らしい。なんかちょっといい時間がまた舞い戻ってきたのか。あ、カニ。めっちゃ助かる。車エビ A サイズですね。小さいけどまあ嬉しい。まあ全然嬉しいですね。こっちは拾いそうですが、ナイス。大変けど入ってるでしょう。入ってないわけがない。お、入ってる入ってる。
か嬉しい。なんか久しぶりに見たような気が。こっちも来てるし、しかもでけえ。車にもおまけ付き。でかい。これはでかい。ナイスでした。お、でっか。これはなかなか見ないサイズ。お、来た来た来た。ああ、今さっきぐらいからなんですかね、時間が。ちょっとずつ雰囲気変わってきたなと思いましたけど、ただもう帰る時間なんですよね。あと2番頑張って帰りたいと思います。やっとなんかいろいろ入りましたね。今日は血のかなり少なめです。これもなかなか綺麗ですね。でかい。さっきもでかいの1枚いましたけど、これはいい網でした。ほんと入りだしたらいいもんが。カニもおるし、2枚も。いい時間と悪い時間帯の差が激しい。落ちないです。レカも順調、エビも順調。よいしょ。ラストです。よいしょ。おお、車エビ。残念。でもダメか。最後は拾えないカニ2枚でした。こっちがおった。では帰りたいと思います。お疲れ様でした。よいしょ。お疲れ様でした。はい。アオサギ食べログ評価、4.6。今日も行列です。はい。はい、お食べ。よいしょ。おお、結構おるが。なんか今年は7月は、撮影日だけがいい。撮影日以外はちょっとやばい日も多いんですが、大きいのが多いです。おお、やったー。こっちははい。15キロぐらい。15。今日もカニのおかげではい。なんとかなりました。ああ、よかった。暑くなってきたので、はい。そうめん行きましょう。はい。おすすめされたそうめんが届いておりますので。はい。そうめんにしましょう。はい。はい。皆さん今日もハードワークぶっちお疲れ様でした。皆様からおすすめしていただいているいろんなお酒が続々と入荷されております。これなんか面白そうですね。熊焼酎飲み比べセット。本当に飲みたいのはこれなんですが、ごとじんめちゃくちゃ綺麗ですね。瓶予約して8月到着予定だったんですが、なんともう7月中に行きまして嬉しい。飲みたいんですがどうしよう。今日はまだソルティドッグ用のグレープフルーツジュースがございませんので、これはちょっと次回に残しておいておきまして、どうしよう。めっちゃ悩みますけど久しくウイスキー行ってないのでウイスキー行ってみたいと思います。デュアーズ12年水ならとダルモア行きましょうか。12年ダルモア12年。他にも多分おすすめしていただいているお酒があると思うんですが、メモを創出しております。よくあるんですよね。よいしょ。シカかっこよ。ハイランドです。シングルモルトバーボンダルとシェリーダルで熟成。シェリー好きなんですよね。ダルモアは多分おそらくだいぶ前におすすめしていただいてるんですよね。おー、めちゃくちゃ甘い香りでドライフルーツ、チョコレートドライフルーツな感じ。音がいい。これ作った人天才。この音が出るように。色は濃いですね。
注いだ時の香りも同じですね。チョコレート、ドライフルーツ系です。ただ甘い感じですが、バーボンとはちょっと一線を画した感じの甘さの香り。いただきます。ノンピートのはずなんですが、自分の体調なのかちょいスモーキーです。気のせいかな。香りはですね、瓶を開けた時の香りのちょっとドライフルーツやチョコレートの感じは残ってますね。ちょっとバーボンチックな香りがしたのはあれでしょう。最初にバーボンダルで熟成させてるからだと思います。最初にバーボンダルで熟成させた後にシェリーダルで熟成させてるらしいんで、説明だけ読んだんですよね。ちょっとバーボンに似たような感じに最初思ったのは、香りの嗅いだ時に思ったのは多分そのせいでしょう。でシェリーダルのその後でシェリーダルで寝かしてるらしいんですが、自分の好きなシェリーダルのちょっとの甘い感じもあります。後味がめっちゃいいですね。くどくない甘さ。アルコール度数はですね40度。お値段は約9000円でした。好みの問題ですが、自分が今まで飲んだ12年もの中では少しですね自分の好みとは違いますけど、かといって美味しくないというわけではもちろんありません。どちらかというとですね、甘いんならバーボンぐらい甘い方が好きなんですよね。で香りがいいんならウイスキーのめちゃくちゃ香りがいいタイプのグレンモーレンジとかグレンフィデックのようなめちゃ香りがいいのがいいですよね。でもあれは18年なんでちょっと比べたらダメですかね。ただ12年ですので美味しいことには変わりありません。おすすめしてくださってありがとうございました。これさっき言った両方の中間の感じの薄くして中間にした感じですかね。おすすめしていただいた大門そうめん届きました。おすすめしていただいた方が長いって教えてくれたんで、この形おそらくもうこのまま巻いてますよね。楽しみです。予想通り巻き巻きでした。大門そうめん来ました。小麦の香り。わさびいただきまして、ごまいただきましてと、冷凍ですがネギいただきましてと。さあちょっと大門そうめん楽しみいただきたいと思います。ちょっと長すぎ。これはどこで切ればいいのだ。これは切るとこないんでこのままとりあえず投入。長いけど美味しそう。初大門そうめんいただきます。香り抜群。面白い。味がちょっと甘いもんで、そうめん自体がなんで食べてみて。ちょっとなんか気のせいかな。なんか太くね、これと。太いかな、ちょっと。太めかな。とにかく長すぎて面白い。これはこんなそうめんがあったなんて。個人の好みとして聞いていただきたいんですが、やはり三輪そうめん、播州そうめん、小豆島そうめんのようなコシと喉越しはちょっと感じられませんね。でもその3つがやっぱちょっとすごすぎるんじゃないかな。かといって勘違いしないでいただきたいんですが、美味しくないと言ってるわけではありません。風味とかめっちゃいいんで、あと長さが面白い。美味しい。美味しいです。美味しい。なんかこんなの味がよくするからかな。確かに小麦の粉の味がよくする。自分も同感ですね。はい。味がなんかちょっと独特で、小麦の味がすごい感じるからなのか甘く感じるな。なんか天ぷらそうめん定食なので喫茶店行ってみます。これはですねもう天ぷらにしちゃってますんで、おそらくこういうもじおとかロックスケジオが美味しいと思います。こういろんなしいたけとか入ってるやつですね。これでしょう。くだら浦のもじおミネラルいっぱい、島根県大田沖です。こういうもじおなんかが合うんじゃないでしょうか。もじおやっぱり色がね特徴的な濃い色ですが、最近よく入るんですけど、これは友人が今日釣りに行っていただいたものです。いただきます。もじおどっちが合うでしょうか。五分ちょいロックスケジオ、昨日取った精巻きいただきます。ロックスケジオうまっ。もうほぼベストマッチじゃないかなこれ。これ文字を勝てんでしょ今のうまさ。いただきます。ロックスケジオです。
この大門そうめんとても楽しかったです。教えてくださってありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白い。美味しい。美味しい。なんか香りがすごいな。香りがすごいな、これ。紙そうめんも香り良かったけど、また違った香りの良さ。